その中でも本当にトップレベルでうまいなって思いますね。強さのあるスープにですね、すごく合いますね。このチャーシュー単品でも買いたくなるぐらい美味しいなって感じますね。冷凍 OK！ はい、やってきました。この冷凍チャンネル。このチャンネルはですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単で便利で美味しい冷凍レシピなんかをご紹介しております。今日は何やるかと言いますと、宅麺アワードお取り寄せ冷凍ラーメン2025年対象商品3品を紹介します。ということですね、宅麺といえばですね、宅麺 .com というウェブサイトを運営してまして、そこで、全国の、有名な専門店のですね、ラーメン屋さんの冷凍ラーメンをお取り寄せできるという、そういったサイトになってるんですね。でそちらが毎年開催しているんですけども、それが宅麺アワードになります。でその宅麺 .com で、人気が高かったものをですね、表彰するということで、私も前回の動画ですね、2024年のものを紹介したんですけども、今回は最新の2025年の、実は発表会が去年の12月にあったんですね。でそれにも発表会に実は行ってきたので、その受賞した商品を今日は紹介したいと思います。でまず紹介するのは総合大賞になったこちらですね、大島味噌ラーメンになります。で実はこちらはですね、前回の私の動画2024年の受賞商品の時にもですね、実は紹介しております。東京都江戸川区の大島さんの味噌ラーメンですね。で今回ですね、実を言うと3回目の受賞のため殿堂入りを果たしました。ということで、もう揺るがない地位を確立したということで、この冷凍ラーメン非常に美味しいという評価を受けているということですね。でこちらの大島さんの味噌ラーメンっていうのはですね、本当に美味しくて、本当に味噌の風味もしますし、ガツンとしたパンチもありながらも優しい調和された味になっているので、本当にまた食べたいと思わせるような味わいになっているかなと思います。やはりこちら殿堂入りしたのも本当に納得かなと思います。以前の動画でこちらは紹介してますので、そのダイジェストを、ぜひご覧いただければと思います。本当に日本を代表する味噌ラーメン店、札幌すみれで、12年間修行したという、その方がですね、作ったお店、大島なんですね。で、そこのもう本当にこの濃厚でもう抜群のキレを誇るその味噌ラーメンということで、ニンニク生姜の、香りもしっかりしてますし、で、そこに味噌の風味がですね、もう非常に美味しいということで、もう本当に人気のお店なんですね。やっぱこの縮れ麺が、この味噌のスープをですね引き上げてくれるので、本当に絡んで一緒に食べた時に、すごく美味しくなりますね。麺とスープがですねもう一体化してるってところが、このやっぱ札幌味噌ラーメンをルーツに持つっていうところに、昔懐かしいっていう感じも残してるという感じですね。そういった意味でですね、昔懐かしさもありながら新しいエッセンス要素も加わって、本当にこの美味しい味噌ラーメンになってるなと思いますね。で続いてはですね、ラーメン大賞になります。中華そばいぶきの闇中華になります。こちらですね。中華そばいぶきっていうのは東京都板橋区のラーメン屋さんになるんですけども、そこの闇中華っていう商品ですね。こちらからラーメン大賞を受賞しました。闇っていう商品名に闇って書いてるのはなかなか初めて見たんですけども、こちらはですね常連さんとかスタッフさんのまかないとして、本当一部の方にのみ提供されていた中華そばということで、なので闇という、オープンに出てないメニューだったということですね。でそういった闇中華というふうに、メニュー名になっているそうです。豚肉からの旨味が本当にスープに溶け出してまして、で煮干しの旨味も本当にしっかりあるということなんで、かなり特徴的なラーメンになっているということですね。でこちらはですね、この細麺なんですね。細麺っていうのはまたいいかなと思います。でさらにはもう本当に特徴的なこのスープですね。見た目からしてもかなり濃い色をしていますけども、やはり煮干しが効いてるっていうことでかなりパンチのある味わいになってるんじゃないかなと思います。じゃあこれちょっと早速調理したいと思います。で先にですねこの、具入りのスープですね、これ結構しっかりと凍ってますので、これをお湯でボイルしようと思います。沸騰したところにですね、凍ったままこれ入れます。でこれで15分ほど煮込みますね。結構これ塊なんで溶けるのに時間かかるのかなと思いますけども、15分かけて解凍します。でも結構すぐ溶けてくるんで、かなり濃厚なスープなんじゃないかなと思いますね。15分つけておきます。はい、ということですね、15分経ちました。
うしっかりと溶けてますね。もう見るからに煮干し感があるというか、もう濃厚なスープって感じですね。僕結構煮干し好きなんで、これはかなり期待ですね。じゃあこのスープちょっと器に入れたいと思います。おお、すごい、めちゃくちゃ煮干しの匂いしますね。すごい。でもこれは結構好きな味っていう香りまだ飲んでないけどでチャーシューはちょっと最後上に乗っけようと思うんで、ちょっと一旦袋の中に入れます。でこの後麺をですね、茹でたいと思います。でこちら麺ですね。でこちら結構細麺なんで1分から1分半って言われてます。書かれてますね。なので茹ですぎないように注意していただければと思いますね。でこれ凍ったままこのまま入れます。冷凍生麺なんですけども、やっぱりこのほぐしてあげるとやっぱいいですね。で最初凍ったうちに一気に、ほぐしガチャガチャやっちゃうと麺が折れちゃう場合もあるんで、少しは置いてほしいんですけども、こうやってお箸が入るぐらいになったらここでは一気にほぐしてほしいんですね。でそうしないと表面だけ溶けて、で中はまだ凍ってるっていう状態になってしまうと、中まで火を通すには入れたらすぐにほぐすっていうのが大事ですね。であとは冷凍した麺、凍った麺なのでやっぱお湯の温度が下がっちゃうので、やっぱあらかじめ沸騰はさせておいて、で麺を入れてからも強火でやってあげるといいですね。でもいい感じですね。こんな感じです。はい、こんな感じです。細麺で麺も美味しそうですね。麺が茹で上がりましたので入れたいと思います。この感じはやっぱお店って感じがしますよね。残しておいたチャーシューですね。チャーシューもかなり大きいチャーシューがドーンと乗ります。でまだあるのですごいチャーシューが贅沢ですね。であとはですね、この中には商品の中に入ってないんですけども、おすすめのトッピングとして、刻み玉ねぎですね。これトッピングするといいということなので、そちらはちょっと別で用意していますですね。でこれをこのアクセントがやっぱいいと思うので、刻み玉ねぎトッピングします。はい、これで完成です。めちゃくちゃお店っぽいということでね、出来上がりました。早速食べたいと思います。じゃあまずはスープから。いやこのこの色はもう間違いなく煮干しですよねいただきます。うまい。いや僕結構煮干しのスープがすごい好きなんですよ。でその中でも本当にトップレベルでうまいなって思いますね。煮干しが本当ガツンときてうまいんですけども、こうえぐみというか不快な感じはもう全くしなくてですね、インパクトはすごくあるのに本当に洗練された調和の取れたスープになってるので、僕は結構かなりこれ好きですね。闇中華のスープは、通常店舗で販売されているメニューとは異なっていまして、で豚肉の旨味がこの煮干しスープに溶け出し、超クリーミーな味わいになっているということですね。でこちら実は煮干しはその20種類程度使ってるそうで、あと一本釣りのカツオのカレ節や土佐清水、ソーダカレ節なんかも使っているそうで、非常にこのスープに対するこだわりっていうところがもうすごいなという仕上がりだと思いますね。これがやっぱ自宅で楽しめるとやっぱすごいと思います。じゃあ麺もいきたいと思います。いただきます。やっぱスープがもうめちゃくちゃ美味しいので、本当にスープを邪魔しない本当に最高の引き立て役というか、本当にスープを最高に楽しめるための麺になってるなと思いますね。細麺で本当にスープ吸った時にこのスープのかかり具合がですねちょうど良くてですね、やっぱこの麺に対するこだわりっていうのもすごく感じますね。チャーシューもかなり大きいので美味しそうですね。いただきます。
豚肉そのものの硬さ食感もあってですね、で調味料でしっかり煮込んだっていうその旨味っていうのもすごく感じるので、やっぱすごく美味しいと思いますね。刻み玉ねぎのこの辛みっていうのもやっぱアクセントとしてすごくいいなと思いますね。これがやっぱ自宅で楽しめるってやっぱめちゃくちゃいいですね。煮干し好きの人は本当にぜひ食べてほしいですね。続いてはこちらですね。インスパイア大賞麺屋ヒーローラーメンですね。でこちらですね、いわゆるその二郎系の、ラーメンになるんですけども、そちらの直系店で修行を積んだ方の、本格派の一杯という感じですね。本当にこのチャーシューも厚切りでこうめちゃくちゃ美味しそうですし、麺もですね、本当にオーション香る自家製の極太麺なんで、本当に食べ応えがあるという感じですね。でさらに本当にスープもですね、大量の豚バラとかガラを使用した乳化スープなので、本当に濃厚な味わいが楽しめるという感じですね。でこちらが、スープですね。スープとチャーシューも入ってるっていうことで、かなりこうごついしっかりとしたスープになってますね。でこっちがですね、麺ということで本当に極太のしっかりとした、弾力もありそうな麺になっていますので、これ調理をしたいと思います。でこちら冷凍スープ、チャーシューも入ってるこの冷凍スープですね。でこれを沸騰したお湯でボイルします。でこれで15分ほど加熱をします。でこの、冷凍麺ですね。でこちらを、ボイル茹でたいと思います。でかなりですね分厚いのでこちらはですね太い麺になりますので、6から8分ほど茹でる感じですね。でお好みの硬さで、揚げてもらえればと思いますね。でこちらもやっぱまだ固まってるんで、ここでガチャガチャやりすぎると麺が割れてしまうんで、少し置いた方がいいと思いますね。でただ、ちょっとゆっくり揺らしていくと麺がほぐれてきますので、そのタイミングで一気にちゃんとほぐしてあげた方がいいですね。でこういう分厚い、塊になってる状態で凍ってるので、やっぱ加熱ムラないようにできるだけ素早くこうばらしてあげるとやっぱいいですね。スープの方もですね、もう時間が経ったので、こういう感じでしっかりと溶けてますね。麺の方もですね茹で上がりました。かなり極太で美味しそうですね。ではこれを器に入れたいと思います。かなり量が多いですね。でここに先ほどボイルしておいたスープとチャーシューですね。でこれを入れたいと思います。かなりチャーシューもでかいのがこれゴロッと入ってますね。すごいめっちゃチャーシューこのうずらも入ってますね。すごいかなりボリュームがありますね。で結構もうトロトロですね、チャーシューが。でこのまま食べてもいいんですけども、やっぱお店のこだわりとして一緒にゆでもやしとキャベツをと、刻みにんにくをですね、追加で足していただくといいですよという提案もされてますね。なのでこれも足したいと思います。というですね、もやしゆでもやし、ゆでキャベツ、そして刻みにんにくも加えてこれで完成しました。めちゃめちゃ丼が重たいですね超重量物っていう感じですね。いや美味しそうです。そうですね、出来上がりました。食べたいと思います。じゃあまずはスープからいきたいと思います。いただきます。美味しいですね。結構豚の脂の旨味はもちろんあるんですけども、豚の出汁のエキスの旨味っていうのも結構あるんで、結構あっさりとした部分もあるかなと思いますね。ただ豚の脂の結構濃厚さ、とろりとした感じもすごく出てるんで、やっぱいいなと思いますね。あとは醤油、返しがやっぱ結構効いてるなと思うので、結構キレのいい味わいにもなってるというところが、これがやっぱこのスープすごく美味しいなと思いますね。でトッピングしたもやしとキャベツも一緒にこのスープに浸して食べたいと思います。いただきます。やっぱもやしとキャベツがですねもう美味しくなりますね。自分で足してかさ増しができるんですけども、
まあ本当にただ茹でたもやしただ茹でたキャベツがですね、これめちゃくちゃ美味しくなるスープだなと思いますね。じゃあちょっと麺もいきたいと思います。まあ、麺もですね、本当太くて弾力があるなって感じですね。いただきます。しっかりとした本当に弾力があって、この結構強さのあるスープにですね、すごく合いますね。この麺はですね、自家製の極太麺だそうで、オーションが使われていることで結構弾力のある食感になっているそうですね。で、表面のつるっとした舌触りで心地の良いもちっとした弾力っていうところがかなり特徴的なのかなと思いますね。噛めば噛むほど本当に美味しくなる麺だなと思いますね。で、このスープにもすごく合っていると思います。じゃあチャーシューも食べたいと思います。いただきます。すごいもうホロホロですね。醤油を含めた調味料がすごく効いてるので、すごくレベルが高いというか、このチャーシュー単品でも買いたくなるぐらい美味しいなって感じますね。麺もスープもチャーシューも全部バラバラで単品でも買いたいなって思いますよね。それぐらい美味しくて、でそれを組み合わせるともっとさらに美味しいっていう感じのやっぱすごいラーメンだなと思いますね。はい、ということですね、今回タクメアワード、お取り寄せ冷凍ラーメン2025を紹介しました。対象商品を紹介しました。いかがでしたでしょうか。どれもね、本当に美味しそうなラーメンで、実際お取り寄せでこの有名店の美味しいラーメン、本格的なラーメンを家で楽しめるんで、やっぱすごくいいなと思いますね。で、今回はですね、スープ、液体のあるスープのラーメンのお取り寄せの対象を取ったものを紹介したんですけども、次回はですね、混ぜ麺、つけ麺系の、対象を取った商品を紹介したいと思います。ですので、そっちもぜひ楽しみにしていただければと思います。という感じで、この冷凍チャンネルですね、おすすめの冷凍食品を紹介したり、家庭できる簡単便利で美味しい冷凍レシピなんかもご紹介しております。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。冷凍食品専門家、冷凍王子が人生をかけて作った一冊。冷凍食品の魅力をあらゆる面から追求した究極の本。今すぐ食べたい冷凍食品の本、レシピ付き、自由国民社から絶賛発売中です。